立山室工場長の泉です。今回ガチポップにちっちゃくなったガチポップ60が登場します。今まで、オリジナルですね、一番最初に出したガチポップ100がこちらで、60はこんな感じ、こんだけちっちゃくなってるんですね。はい、でこれが登場、今回ね、新発売になるんですけど、このちっちゃくなった特徴をちょっと説明していきたいと思います。当然ちっちゃくなるとですね、やっぱりアピール力、存在感っていうものが、どうしても弱くなってしまいます。ただやっぱりポッパーというものは強く誘って、止めて食わす、もうやっぱり強く誘うっていうことが非常に大切なルアーなので、誘った時は非常に強いポッピングアクションをしっかり出せて、止めた時はもうスッと弱いシルエットになってくれるっていうところを目指しました。でその強く誘うっていうところなんですけど、やっぱりポッパー自体、このボディ自体がちっちゃくなると、当然カップもちっちゃくなって水をつかむことが弱くなってくるんですよね。でそうすると、強く誘おうとしてロッドアクションをこう強い入力を入れた時に水面をこう滑ってしまったりだとか、エラーアクションが出やすくなってしまうんですね、こういうちっちゃめのポッパーって。でそれをなるべく解消して、ちっちゃくてもしっかり強く誘うことができるように、カップの深さ、カップの大きさ、あとはこの重心の位置だとか、この浮いてるフローティングのねラインっていうんですかね、船でいうとこの喫水みたいなところですね、そこをうまく調整して、ちっちゃくてもしっかり水を掴んで強く誘える。もちろん100に比べると弱いんですけど、なるべく強さ、誘った時の強さは落とさずに、設計することができました。これが1つ目の特徴ですね。でもう1つがアクションの、揺らぎですね。揺らぎが出やすいようにしてます。これは以前高橋智也船長と、このガチポップのね実調開発動画でもちょっと触れてたところなんですけど、アクションさせた後止めた時に少しでも長くルアーが揺らいでた方が、バイト出るよっていうやっぱり実調の結果になったんですね。正直よく見ないとわからないような微々たる差ではあるんですけど、例えばクロダイのように誘って、一発でバーンって出てくれる時、火星が高い時はいいんですけど、誘ってチェイスして寸前でバイトするしないみたいな、そういうシビアな状況だとやっぱり止めた後に揺らいでた方が、バイトがやっぱり多く出る、っていう実調経過がやっぱり出ちゃったんで、やっぱそういったシビアな時にもしっかり釣れるルアーに仕上げたいよねということで、その止めた後の揺らぎですね、それが出やすくなってます。これちょっと余談にはなるんですけど、どこが違うかっていうと、内部構造を見てもらうと分かりやすいんですが、ウェイトボールがね1個しか入ってないんですよ。ウェイトボール1個にして、これ実はタングスセン球をね、採用してるんですけど、重心をタングスセンにしてちっちゃく1点にまとめることによって、入力の後の揺らぎが少しでも長く出るようになってます。この手のルアーってどちらかというとウェイトって浮力合わせだったりだとか飛距離を出すために入れるものなので、タングステンを採用することってほぼないんですよ。スチール球とかステンレスの球を 2,3 個入れてっていうことが多いんですね。でもそうしちゃうと重心がちょっと長くなるというか、分散されてアクションの揺らぎが出づらくなるんですよね。でやっぱりなるべくタングステンみたいに比重の高いもので重心をギュッと1点にまとめることによって、アクション後の、テンションが抜けた状態でも動き続けてくれる、揺れ続けてくれるっていう風に、テストの結果で分かったので、ちょっと原価は上がってしまいましたが、やっぱり妥協せず性能を突き詰めるべきかなということで、今回タングステンを採用しています。ちっちゃくなったことによってですね、よりいろんな魚が釣れるようになりました。メインは確かに動画で上がった通りチントップで開発をしたんですけども、テスト中テスターさんがシーバスを釣ってくれたり、あとはブラックバスですね、私もブラックバス結構釣ったんですけど、あとは南方系のリーフとかで、メッキゲームだとかそういったものにも使っていただけます。で、個人的にはちょっとフックの番手なんかも変えてヒラスズキに使ってみようかなと思ってたりもするんで、メーカーがねこうやって打ち出しているものに縛られずに、地方だとか、その対象業いろんなところに使っていただけるポッパーになってるんで、ぜひぜひ皆さんもね手に取っていろんなところでガチポップ60投げてみてください。はい。